川野いろぶです。7年前結婚式でウェディングドレスを作りました。これは当時を振り返りながらドレスができるまでをまとめた動画です。ちょっと写真多めですが、よかったら最後まで見ていってください。もともと作れそうなものは何でも作ってみたいタイプ。当時趣味で洋裁を始めて7年目。せっかくならドレス作ってみたいなと思ったのが始まりです。式場を予約した時にドレスを作って持ち込みたいと伝え、式場スタッフさんと提携ドレスショップさんのご厚意で試着だけさせてもらえることになりました。試着を通してデコルテは思い切って出す方が似合いそうだなとか、下半身にボリュームがあった方が肩幅が目立たなくてバランスがいいなとか、自分に似合う形を確認することができました。試着やネットで見たドレスを参考に、胸元はハートネックが可愛いとか、背中側は後ろ下がりになってたらお尻が目立たなさそうとか、せっかくなので欲しい要素をこれでもかと盛り込みました。あとは素材、張りがあるもの、とろみのあるもの、ふわっとしたもの、いろいろありますよね。レースとチュールがもともと好きで、試着してみると顔の印象にも式場の雰囲気にも合ってたので、上半身はレースに、スカートはチュールやオーガンジーを重ねることに決めました。理想のドレスはこんな感じ。これを形にしていきます。デザインが決まったら型紙作りです。私はこの2冊を参考にしました。何年かに一度はドレス本の新刊を見るので、意外と需要があるんだなと思います。こちらはスタンダードなデザインが多め。私はこちらのドレスを参考にしました。肩周りに装飾がなく、胸元がハートネックのデザイン、腰からギャザーでボリュームが出ていて、考えたデザインに一番近いものでした。このデザインは上半身とスカートが別々で、ギャザースカートにビスチェがかぶさるようになっていたのですが、ウエストを後ろ下がりにしたかったので、同じ本の他のデザインを参考に上下がドッキングした作りに変更しています。こちらは 2way ウェディングドレスというタイトル通りで、一着のドレスでこんなに印象が変えられるなんてとびっくりしながら読んだ本です。式の時中座せずに印象を変えられたらいいなと思っていたので、これを見ていくらでもやりようがあるなと勇気づけられました。このずらっと並んだくるみボタンが可愛かったり、リボンを巻くだけでも印象が変わるなと思ったり、ここからデザインをいただいた部分もあります。ナチュラル系からモード系のドレスまでいろんなデザインが楽しめ、見てるだけで目の保養になる本です。続いて本を参考に起こした型紙を仮の布で組み立て、試着しながら自分のサイズに合わせていく作業です。スカートの製図も裁断もこんな布の量を扱ったのが初めてで、まだ仮縫いなのに疲れていた記憶があります。トワルができてテンションが上がっている様子が残っていました。ここから本縫いに入っていきます。3ヶ月前に生地を調達して本縫いに入りました。当時の生地が少しだけ手元に残っていたので紹介します。これは上半身の土台に使用したブライダルサテン。色味は自分の肌に似合うアイボリーを選びました。こちらは生地の種類は忘れてしまったんですが、滑り落ちるくらいのトロントロンとした生地です。ギャザーを寄せてウエストの飾りに使いました。一番こだわったのが胸元のレース。もうこんな継ぎはぎしかなかったんですが、レースの生地の端の模様を胸元に使いました。シルバーとゴールドの糸が使われているのと、光沢あるブレードで模様が刺繍されていて、もう見た瞬間これしかないと思うぐらい一目惚れの生地でした。1メートルで18,000円の生地で50センチだけ購入しました。ビスチェは本を参考に表裏こんな感じで作っています。縦向きにウエストをきれいに見せる形状記憶のボーンが入っています。スカート部分は5層構造。
下からベージュのオーガンジー、白のオーガンジー、30デニールチュール、もう一丁30デニールチュール、4枚重ねでも若干透けたので、後から一番下にキュプラの裏地を追加しています。一番表面に来るチュールはボリュームが欲しかったので、ギャザーの量を2倍くらいに増やして裁断しました。ドレス作りで一番大変だったのは製図と裁断で、縫い始めてからはとっても楽しくて、裁断から3週間くらいでビスチェとスカートがドッキングしました。ここから主役のレースを縫い付けていくわけですが、間に合えばあの本みたいに 2way にしたいという野望があったので、ビスチェのこの部分をもう1枚チュールで作って取り外しができる構造にすることにしました。そのチュールを土台にして飾りのレースを縫い付けていくという戦法です。もともと平面のレースの生地を立体的なビスチェの形に合わせていきます。レース模様だけ残して余白を埋めるように切ったり重ねたり縫い付けていきました。これが本当に細かい作業で気が遠くなりそうでした。ドレスをトルソーに着せていないとできない作業だったので、肩と腰の負担がすごくて整体に通う日々でした。出席する人にはドレスを作ることを内緒にしてたんですけど、整体の先生方にはお話ししていたので、ここで進捗を報告するのが唯一の息抜きになっていました。作業に着手して2週間ぐらいでビスチェが完成しました。裏はくるみボタンをずらっと並べています。あと1ヶ月しかないのに 2way のドレスが諦められなくて、レースを追加で買ってしまう暴挙に出ました。こちらは土台のチュールをフレンチスリーブの形にして肩にまでレースが来るようにしました。こっちはレースの模様が大きかったこともあり、意外と3日4日で作業が終わりました。間に合った。余談ですが、スカートに癖がつかないように制作期間中はこんな感じでリビングに吊るされていました。ウェディングドレスは式の25日ぐらい前に完成。残りの日数でアクセサリーやグローブや当日流すムービー、席次表などそういったものの準備を進めていきました。挙式は肩にレースのついたスタイル。このブーケはお母さんが粘土で作ってくれたクレイフラワーです。グローブはレースの余りを使って式の2日前に完成しました。披露宴はビスチェレースのスタイル。衣装チェンジは5分で済みました。こちらの髪飾りとネックレスとピアスもギリギリセーフ。友人パーティーではレース袖タイプにチェンジして、ウエストには憧れのリボンメーカー木馬のグログランリボンを巻きました。質問だった費用なんですけれども、生地は本当に高くしようと思えばいくらでも高くなるんですけれども、とにかくもうレースの美しさを見てほしいっていうところと、スカートはシンプルでいいかなと思っていたので、こういった、配分になりました。なのでドレストータルでは53,000円ほどなんですけれども、会場ドレス持ち込み料10万円。これはもうどうしようもないことなので、会場によってはねもっと安いところもあるんですけれども、でもまあ経験とね思い出はプライスレスということで、本当にやってよかったなと思います。ここまで見てくださりありがとうございました。これからもいろんなソーイングに挑戦していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。